まあ日本の文化についていろいろ話しましたけど、花ちゃんが日本の文化のここ好きになれないなって思うちょっとネガティブな話に入りたいと思います。ありますか？満員電車がやっぱ好きな人なんていらっしゃらないと思うんですけど、やっぱり満員電車が結構辛いなっていうのを感じて、私高校と大学が自分の住んでたところから電車で1時間以上かかる距離感だったんで、毎朝満員電車っていう感じだったんですけど、辛かったですね。なんか私はさ、東京にも大阪にも住んだことないから分かんないんだけど、テレビでさ車掌さんがさこうやって押してる動画とかさ、見たことあるんだけど、あれは本当にあるんだよね。ありますあります。あれは特別なわけじゃなくって結構日常茶飯事で起きてることなの？日常茶飯事ですね。なんかびっくりしたんですけど、日本の満員電車って、結構皆さん電車が止まってたとしたら、どんなに隙間がなかったとしても無理やり入ろうと、自分もその人間だったんで、もう当たり前だったんですね。ただ海外行ってみると、もし例えば満員だったとしたら次の電車に乗ればいいじゃんって言って、結構ホームで立って待ってる人もが多いんですよ。で日本でももちろんねそういう方いらっしゃるんですけど、海外その率が圧倒的に高くて、ただ思ったんですよ。日本の場合次の電車乗ろうって待ったとしても、次の電車もすごい満員だから、別に待っても乗っても変わらないからこれはもう仕方ないんだっていうことは私最近気づいて、だからちょっと満員電車本当にどうにかなんないかなとは思うんですけど、ただもう朝って本当に5分3分おきに1本来てるじゃないですか。だからもう改善しようがないのかなっていうのは正直思うんですけどね。だってそれ以上多くしちゃったら今度事故が発生してくるもんね。一回大学生の時に長期で海外行って、しばらく満員電車を乗らない生活になって、久しぶりにも日本帰ってきた時に満員電車がきつすぎて、学生さん社会人の皆さん本当すごいと思って自分もその立場だったんですけど、そうですね、どうにかなってほしいなって思うところでありますね。確かにね。地方だともうそんな満員電車なんてないよ。ないですよね。わかんない。愛媛はね、そもそも電車なるほどなるほど。みんな車乗る。多分地方の人ってみんな車乗ると思うんですよね。だから車か、学生の時は自転車だったし。なるほどなるほど。そう自転車通学してたから。私自転車通学が禁止だったんですよ。まあでも1時間電車に1時間かかるところ、自転車通学けどちょっと確かにね、私の距離自転車無理ですわ。確かにそれはダメだ、あかんわ、無理ですわ。ダメだったってことは近い人もダメってことだよね。そうなんですよ。だから本当に自転車だったら、20分ぐらいで行けるかなっていう距離感の子も、自転車がダメだったことによって、やっぱ電車で一駅乗って通学してるっていう子も結構多くて。そうなんですよ。でなんで自転車ダメだったのかはよくわからないんですけど、そもそも自転車置くスペースがないのかなって思うところもあったり、もちろん安全面とかあると思うんですけど、都内とか電車利用率高いのかなって思いますね。でも確かに置くところがないっていうのは結構理由の一つになるかな。私はただただ危険なのかなとか、犯罪未然に防ぐみたいな。でも置く場所、スペースを作らないといけないじゃん。田舎なんてね、もう場所いっぱいありますもんね。本当に愛媛の高校通ってたんだけど、自転車を置くスペースめちゃくちゃあるからみんな1人3台ぐらい持ってても余裕な感じで全然置けるよ。なんか自転車ずっとあるよねみたいな奥の方にあるある、全然ある。いつかの自転車みたいな誰も絶対もう利用してないっていう。本当に都内に人が集中しすぎてるのがもうそもそもいけないんですかね。人口密度高いもんね。なんかそれこそ東京、神奈川、大阪、福岡とかそういう都市圏に結構もう人集中してるっていうふうにはもうずっと言われてるから、それですかね。日本自体がね、人口がすごい土地に対して多いから、でその中でもね集中
しちゃってるから、東京に関しては、まあしょうがないんだろうね。それこそ満員電車のさ話を始めたけど、私も電車のことであまり好きじゃないなって思ってることがあって、電車に乗った時に話せない電話とかも取れないし、でなんなら電話かかってきたらもうそれ取らないでこうメッセージで「ごめん今電車の中だからまた後で電話する」みたいなことを打ったりとか、それかホームを一回降りますもんね。どうしても話さないといけない時一回降りて話してもう一回乗ったり「あごめん今電車の中ごめんね」って言ってこう切るじゃんか。すごくいいことだとは思うんだけど、その反面なんかあそこまでしないといけないのかなってその海外住み始めて思ったかな。確かに電車の結構静けさすごいですよね。すごいと思う、図書館図書館本当なんか海外行ってみると普通にイヤホンとか何もせずに YouTube とか、Netflix とか普通になんか音張りで爆音で見てたりする人とかいるから、さすがにそれはなんかいるいる行き過ぎてるかなって思う部分もあるけど、全然いらっしゃるじゃないですか。音楽も普通に聴いてなんかイヤホンどこ忘れちゃったみたいな。いや分かる、多分忘れたんだと思う。いや忘れた、いや絶対もうイヤホン持ってないだけです。確かに、あれなんでなんだろうね。いつからなんだろう、いつからそうなったのかも分かんない。もう暗黙のルールなんですよこれ。それをしたところで罰金が課されてるとかではないんでじゃないから、けどもう暗黙のルールでなんかみんな静かにしないといけないってなってるよね。なってますね。まあ話しちゃったりすると、まあ、白い目で見られるじゃないですけど、逆にちょっと視線感じたりっていうのはありますよね。きっと盛り上がっちゃったりすることとかあるもんね。気をつけないとなって思いますね本当に。わかるわかる。電車。そういやでも電車の話始めたからまたかぶったよかったよかった。まあいい面でもあるんですけどね。こう日本だとそれこそ寝てる方多いじゃないですか。睡眠進みますよねきっと静かなことによって。日本でさ電車の中でスリをする人とかいないじゃんか。だからこそ、まあ、寝られるっていうのもあるよね。みんなで睡眠邪魔しちゃいけないっていう感じもあるかもしれない。なんかね、疲れてるんだなっていうちょっと優しい目で見られるよね。頑張ってるんだな。日本はね残業が多いですからね。それこそ通学通勤に1時間電車かけるって日本だとよくあるよね。あるじゃないですか。だからその時間をまあ睡眠に当てたりとか、まあ、勉強しよう、参考書読もうとか、学生だったらあるあるある、本読もうとかあるあるある。睡眠に当てるのは強すぎない？私けどありましたよ本当に。すごいよね。大学生の頃とかやっぱその感覚がすごいわ。睡眠当てようと思って1時間半寝れると思って。だからそのためにわざと朝早い電車乗れば電車空いてで座れることもあるから。そうだね、海外で通勤通学1時間電車乗りますあるのかな。でも韓国はあるんじゃないかな。やっぱそうなんだ。あると思う。韓国もやっぱり地下鉄って日本と同じように発達してるから、ちょっと郊外にそう埼玉とかに住むそのベッドタウンに住む人とかいるじゃんか。それと同じようにちょっと離れたところに住む人とかがいるのよね。そういう人がソウルの方に来るってなると中心部、多分同じように1時間とか、まあ1時間かかんないぐらいとか通勤してるのはもう当たり前なんだと思う。じゃあもう睡眠しようって考えてる人も絶対いらっしゃいますね。でもさ東南アジアの話をすると、その電車じゃなくって車を使ってくるけど、車が渋滞しすぎて1時間かかったみたいな、いるよね。います本当に。それこそね本当に雨とか降っちゃうと余計車使う人増えるから、もうなんか普段30分の道のりが1時間半かかりましたみたいなのもあるあるから、それはそれで、まあ、すごいなと思いますよね。車で通勤されてる方も。そうだよね、確かに車で通勤するとちょっとラッシュアワーに引っかかって時間はかかるけど、それでもなんか30分のところが2時間になりました、3時間かけて家帰りますみたいなのをさ、やっぱり聞くから同僚とかで。
すごいですよね。ね、やっぱまあ電車に限らず通勤通学問題はありますね。どの国もあるのかな。まあ皆さんよかったらコメントで通勤時間どのくらいかかるのかとか、まあ皆さんが好きなその日本の文化または自分の国の好きな文化あったらぜひコメントで知りたい。はい、教えてください。お願いします。ということで今日は日本の文化好きなところとちょっと直してほしいな、あんまり好きじゃないなっていうところについて話してみました。このポッドキャストが面白いなと思った方はぜひいいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。